どうもシフです。ポケモンホーム解禁前にやっておくべきことを7つ紹介していきたいと思います。過去作からポケモンを移動させるときに必要なポケムーバーポケモンバンクのダウンロード方法や昔の色違い確率など知っておくと得する情報なども紹介していきますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。それでは早速いきましょう。まず前提として 3DS でダウンロードしておくべきソフトを紹介します。サトシゲ効果が入手できるポケモンサンムーン特別体験版、すべてドリームボールで出てくるポケモン AR サーチャー、セレビーの色違いは前回の映画配布で終わったので、色厳選をするためのポケモンクリスタル VC 版、そして最重要なポケモンバンク、ポケムーバー、以上の5つは最低限ダウンロードしておきましょう。バンクとポケムーバーのダウンロード方法は後ほど紹介していきます。これ以外にもありましたらコメントいただけると嬉しいです。それではまず1つ目にやっておくべきこととしては、すでにポケモン SV で登場することが内定しているポケモンをすぐに SV に連れて行けるように準備をしておくことです。現段階で SV に内定しているポケモンはいるのと思われる方も多そうですが、まずほぼ確定で出現すると言われているのが、公式ガイドブックの攻略本にてフォルムチェンジ上のアイテムが登場することが決定しているこれらのポケモンです。ザシアン・ザマゼンタの口タケンと口タタテ、フーパの戒めの壺、オリジンであるがパルキアの大混合玉などのフォルムチェンジ用のアイテムは全てマリナードタウンの競りで入手できることが公式の攻略本に記載されているため、今画面に出しているポケモンは SV に登場するであろうと言われています。他にも発売前からゲーム内画像が公開されている翡翠ゾロワークはもちろん、オドッシやリングマなど翡翠で進化が追加されたポケモンに進化の奇跡の効果が発動することなども踏まえると、翡翠地方のポケモンも多くがポケモン SV に連れてこれるようになりそうです。また指を振るでは三日月の祈りとクレセリアの専用技や危険チェナミと翡翠大剣気の専用技も出たり、他にもジュナイパーの影縫いなども登場しています。指を振るではポケモン SV にまだ未登場のポケモンの専用技が多く出るようになっているのですが、他にもこんな専用技を見つけたという方はコメント欄で教えてくださると嬉しいです。ですのでこういった点も踏まえると、先ほど紹介したこれらの伝説、準伝説のポケモンと翡翠地方のポケモンたちを捕まえておくことで、ホーム解禁時にすぐにポケモン SV に連れてくることができるようになります。もちろん翡翠地方の全てのポケモンがホーム経由で SV に連れてこれるかはまだ分かりませんが、レジェンドアルセウスで一緒に旅をしたポケモンたちが SV に連れてこれるようになっていると嬉しいですよね。次に2つ目にやっておくべきこととして、ポケモンホームの中のポケモンの順番を図鑑番号順に並べておくことです。正直面倒な作業にはなりますが、この作業を事前にしておくことでポケモン SV に連れて行けるポケモンが判明して、すぐに SV にポケモンを持っていき、速攻で SV 内の全国図鑑を埋めることができます。これはポケモンホームをやり込んでいる人ほどやっておくべき作業で、ホーム図鑑を完成させることで入手できる500年前のマギアナを持っているような方は、図鑑番号順に全てのポケモンを並べておけば、ポケモンホームが解禁されたその日に自分がどのポケモンを持っていないのかも一目で判断できますので、個人的にもかなりお勧めしたい管理方法です。3つ目にやっておくべきこととしては、バージョン別限定ポケモンを大量に用意しておくことです。というのもバージョン別の限定ポケモンは片方のソフトしか持っていないという方からすると、図鑑を完成させるためには絶対に入手しておきたいポケモンで、ポケモンホームの GTS 機能でレアポケモンを交換条件にバージョン限定ポケモンを欲しがっている人が多くなるからです。実際に過去作の剣立てでもバージョン別の限定ポケモンを多く用意しておくことで、 GTS でいろいろなレアポケモンと交換ができたりと、ポケモンホーム解禁時に備えて準備しておくことのメリットはかなり大きかったので、余裕がある人はぜひお勧めしておきたい作業です。次に4つ目にやっておくべきことですが、これはやっておくべきというより個人的なおすすめになるのですが、バーチャルコンソール版の購入です。バーチャルコンソールとは簡単に言うと、昔のゲームを 3DS や Wii で遊べるサービスのことですが、ポケモンでは初代の赤緑青ピカチュウ版と第2世代の金銀クリスタルがバーチャルコンソール版として発売されています。任天堂 eShop からのみ購入できるようになっており、後で詳しく触れますが、ポケモンバンクが3月28日に新規ダウンロードが終了してしまうため、バーチャルコンソール版の購入もできなくなってしまいます。バーチャルコンソールから持ってこれるポケモンの大きな特徴は3つあり、バーチャルコンソール産のポケモンはゲームボーイの形がした GB マークがつくようになっています。また3部以上固定で全てのポケモンが夢特性となっています。またセレビーの色違い厳選ができるのはバーチャルコンソール版のクリスタルのみなので、クリスタルのバーチャルコンソール版を購入することで色違いセレビーを入手することも可能です。ちなみに VC 版の金銀では色違いのメタモンを親にした場合、色違い確率が64分の1まで上がるという仕様があり、金銀の VC 版での色違い厳選はかなりやりやすくなっています。この仕様は金銀のポケモンは色違いになるかどうかが個体値によって決まるようになっているため、この確率になっているのですが、現在の4096分の1から考えるとかなり高い確率で色違い厳選ができるようになっています。今回はざっくりとした説明ですが、バーチャルコンソール版のメリットはたくさんあり、
新規ダウンロードができなくなる前に購入しておくことで、ポケモンホーム解禁後にそのメリットを受けることができると思います。5つ目にやっておくべきこととしては、過去作からポケモンを持ってくる準備です。具体的に言うと、ポケムーバーやポケモンバンクをダウンロードしておいて、ポケモンホームの解禁とともに 3DS の任天堂 e ショップの終了にも備えておきましょう。ただ、ポケムーバーのダウンロード方法が少し特殊で、ポケモンホームが無償化する3月28日までにやっておかないと、ポケモンが連れてこれなくなることがあります。このポケムーバーのダウンロード方法がかなりややこしいので、ここでポケムーバーのダウンロード方法をまとめて紹介しておきます。まず前提として、ポケムーバーはもともと無料でダウンロードができ、無料で使用ができるソフトなのですが、3DS の e ショップからはダウンロードできず、ポケモンバンク内のメニューからダウンロードする必要があります。ただ、ポケモンバンクのメニューにポケムーバーを表示させるには、ポケモンバンクが課金状態である必要があり、この点がダウンロードを複雑にしている要因になっています。つまり3月末にポケモンバンクの新規ダウンロードが終了し、無料になってからポケモンをホームに移行させようとしても、ポケモンバンクに一度も課金したことがないという人はポケムーバーのダウンロードもできていないということになりますので、これらのポケモンソフトからポケモンを持ってくることはできなくなってしまいます。まとめると、これらのソフトからポケモンをホームに連れてくる予定がある人は、ポケモンバンクが新規ダウンロード終了かつ無料になるまでにポケモンバンクに一度課金をしてポケムーバーをダウンロードしておくというのがやっておくべき準備になります。反対にこれらのソフトからポケモンを持ってくる予定はないという人は、とりあえずポケモンバンクのダウンロードだけしておけば準備は OK です。6つ目にやっておくべきこととしては、データ移行や予期せぬデータ紛失に備えて、自分の大事なポケモンたちや色違いポケモンなどのレアポケモンを預ける準備をしておくことです。というのも、ポケモンはスイッチ本体を買い替えたりした際に、スイッチのデータ移行に加えてポケモン自体のデータ移行をしないとデータが紛失してしまうようになっており、この点で実際に大事なポケモンごとデータを削除してしまったという事例もあります。ですので、ホームが解禁してからすぐにポケモンホームに大事なポケモンたちを移せるようにボックスごとに管理しておくのがおすすめです。7つ目にやっておくべきこととしては、育成済みポケモンの整理です。バトル勢の人は剣立てにかなりの数の育成済みポケモンが待機していると思いますので、ポケモン SV とポケモンホームの連携が解禁され次第すぐに持ってこれるよう、育成済みのポケモンはボックス内で整理しておくのがおすすめです。ということで、今回はポケモンホームの解禁前にやっておくべきことを7つ解説していきました。ポケモンホームとポケモン SV の連携は2023年の春を予定しているとのことですので、今月2月27日のポケモンデーにてポケモンホーム解禁の時期について何かしら発表があるのではないかと思います。去年のポケモンデーでは SV の発売が決定など大盛り上がりでしたので、今年のポケモンデーもダウンロードコンテンツなどの熱い情報が発表されると嬉しいですよね。また他にもダウンロードコンテンツの情報とともに、新しいリージョンフォームのポケモンの追加や伏線が多いポケモンたちが発表されたりすることを期待していますが、皆さんもポケモンデーの発表で期待していることがあればコメント欄で教えていただけると嬉しいです。前作の剣立てのように第2弾のダウンロードコンテンツのタイトルや配信時期まで発表されたりするとかなり嬉しいですが、とにかくポケモンデーが楽しみでたまりません。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。